19世紀後半、世界は列強によって分割されていた。イギリスは海を制し、フランスはアフリカとインドシナへ進出、ロシアは南へと勢力を伸ばす。アジアもまた例外ではなかった。その狭間に日本はあった。開国後、日本は不平等条約を結ばされた。関税自主権はなく、外国人には治外法権が認められる。このままでは対等な国家とは見なされない。近代化は選択ではなかった。生き残るための条件だった。1894年、朝鮮半島をめぐり清と開戦。戦争の背景には朝鮮の支配権をめぐる対立があった。日本は勝利し、下関条約を結ぶ。台湾の割譲、巨額の賠償金。だがその歓喜は長く続かなかった。条約締結からわずか6日後、ロシア、ドイツ、フランス三国は日本に両島半島返還を要求する。軍事的には勝っていた。しかし三国を同時に敵に回す力はない。日本は受諾した。屈辱は記憶された。1904年、日本はロシアと開戦。国家の存亡をかけた戦いだった。1905年、日本は勝利する。アジアの国が初めて列強に勝った瞬間だった。だがその代償は大きく、国内には不満も広がった。1910年、日本は韓国を併合する。安全保障、資源、列強との競争、それが公式の論理だった。しかし統治は摩擦を生み、対立は長期化する。この決定は東アジアの関係に深い影を落とした。帝国主義の時代、日本は侵略者だったのか、それとも生き残ろうとした国家だったのか。国家の選択は常に一つの意味だけを持つわけではない。その問いは今も終わっていない。